もらってきた樫の木の薪がこんなにたくさんあります。さあどうやって切ろうか。この前はこういう風に同じ方向にたくさん積んでいっぺんに切ってみました。まあでもね、並べるのも結構めんどくさいですし、細いんでね、動いてしまって切りにくいんですね。さあどういう切り方がいいのか、今回はちょっと考えてみたいと思います。はい、チェーンソーを使いますんで、チャップスとヘルメット、安全靴も履いています。この3点セットはね、僕は本当に癖になってしまいました。チェーンソーを使い始めた当初からこの格好をしているので、逆にこうじゃないとね、なんか気持ち悪いというか、作業ができませんね。一番愛用しているスチールの MS170、今日はこれを使います。エンジンをかけます。スイッチをチョークの位置にしてチェーンブレーキをかけます。初爆があったらスイッチを1つ戻してハーフスロットルの位置にします。エンジンがかかったらスロットルを1回引くとハーフスロットルが戻ります。一度あえてこのままの状態で玉切りしてみたいと思います。はい、最初の1段目というのかな、1回切るのはいいんですが、2回目からはこういう風にね、結局地面に置いて切ることになるんで、地面を切らないように恐る恐る切ることになるんで、効率が悪いですよね。あと腰も痛くなります。まとめて立てかけてあっても結局切るときは1本ずつなんですよね。何本もまとめてざっくりなんていう切り方はなかなかできません。少し太めの木は重さもあるのと、あとこのチェーンソーがねパワーがないので挟まり気味になりますね。細いものは動かないようにこんな風にね、左足で押さえながら切ることになります。バランスを崩しそうになるのでちょっと危険ですよね。このチェーンソーはかなり軽い機種なんですが、腰を落としたり中腰になったりして切らなきゃなんないのでかなり疲れます。足元が埋まっていると前のめりの姿勢できることになるんでね、こういう姿勢も腰が痛くなりますね。はい、うまく切れないので結局地面に置いて切ることになります。ただ積み上がっている薪を何も準備しないで切るとこんな風にね、時間も手間もかかって腰も痛くなると、そういうことになりますね。僕も結構ねめんどくさいんでこんな風に切っちゃってるんですが、まあ良くない見本ですね。
ちゃんと玉切り台を作った方がいいと思います。ファクトリー9。よくある玉切り台といえば、まずこういう形のものですね。1本ずつ薪をセットして切ってセットして切ってと、そういう繰り返しになります。細い薪なら何本もセットできるかもしれませんが、まあいっぺんに 2,3 本まででしょうね。10本も20本もは無理です。こういうのもありますよね。これは薪を差し込んでしっかり固定できるので切りやすいとは思うんですが、これもね10本も20本もいっぺんにはセットできません。僕がやりたいのは細い薪をいっぺんにセットしてこんな風にねざっくりどんどん切りたいんです。いつも薪割りに効率は求めてないという話をしてるんですが、まあそれはね薪割りが楽しい場合であって、細い木を一本一本玉切りするっていうのは僕にとってはあんまり楽しい作業ではないんですよね。なのでどうにかして一気に片付けたい。何かいい方法がないでしょうかね。ファクトリー9。何かいい方法がないか頭の中で考えていてもなかなか答えは出てきません。そういう時はね、とりあえず体を動かす。木を適当に地面に投げ捨てて、いろんな向きになったものをとりあえず切ってみる。何か発見があるかもしれません。はい、細い木は動くのでやっぱりね足で押さえるしかありませんね。とにかく固定する必要があります。ある程度の太さがあれば動かないですね。でも地面に置くと土を切ってしまう可能性もありますし、下を向いて作業をするので腰が痛くなりますね。いろいろ考えているとこういう玉切り台やっぱり理にかなってますよね。安全に切るためにはやっぱり間違いないのかなと。でも量をこなすのがねちょっとこれだとやっぱり1本ずつって感じになりますもんね。で実際にはまだ試してみてないんですが、アイディアだけはねちょっと浮かびました。まず細い木の上に太い木を置くっていうのはどうでしょうか。全体として重たくなるので動きにくくなりますよね。それから少し高い位置に置くために軽トラの荷台を使うっていうのはどうでしょうか。軽トラの荷台は高さがねとにかくちょうどいいんですよね。よくこんな風に使っています。でもチェーンソーの刃は荷台に当たらないようにしないとね。それができるようなやり方があるかどうか。ファクトリー9。考えていても薪は減っていかないのでとりあえず切ります。細い薪を大量に安全に腰が痛くならない切り方で切る。はい、いいアイデアが思い浮かんだ方、コメント欄で教えていただけると助かります。ファクトリー9。はい、今切ったものをね斧で割ろうと思ってたんですが、やっぱりね腰がちょっとねおかしいです。痛いわけじゃないんですけどもね、なんか違和感が出てきました。まあちょっと無理をするとこんなことになるんですよね。今日はね8月15日終戦の日。まあそんなに暑くなかったんで始めたんだけど、29度だったかな今。午後の3時。ダメだ。湿気がすごい。湿気がねすごくて。ファクトリー9。はい、空調服も着ずにやってしまいました。でなんで画角が変わったかというと、スマホが暑さで途中で止まるんで、何回も細切れで撮っています。もうね、夏は撮影すらできないという。はい、というわけで、
今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメント、ハイプまでよろしくお願いします。メンバーシップもぜひご登録ください。お願いします。暑い、日が出てきた。